オタファの秘密基地。変形合体トイなら俺に任せろ。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日紹介するおもちゃは、これだ！バンダイデラックス超合金マクロスデルタドラケン3だ。まず先に言います。これ、変形難易度がかなり高いんですよね。なので今日は変形を中心にじっくりレビューしていきたいと思います。これ買おうと思ってたんだよなと気になってる人や、やべえ、変形の仕方がわかんないって言って、検索してここにたどり着いた君も、どうぞ最後まで見てください。それではレビュー行きましょう。まずはパッケージ。このフォーマットは、前回僕がレビューした、じゃん。同じくマクロスデルタのデラックス超合金 VF31J ジークフリード。このデザインと、対になっている感じなんですよね。かっこいいです。パッケージの正面は、ジェット機形態のファイターモード、ロボットモードのバトロイドモードで映っています。パッケージの上、横、これはバトロイドモード。反対側、これはガオクモード。パッケージの背面、このドラケン3はさっきお見せしたファイターモード、バトロイドモード、そして中間形態のガオクモードに完全変形します。で、このドラケン3の見どころは何と言っても今まで見たことがない変形ギミックなんですよね。それをバンダイの最新技術で完全変形している。そこが一番の魅力です。さあ、それでは早速中身を取り出します。ご覧ください。これが中に入っているもの。あとは今回省略しますが、前回のジークフリードの時と同様のスタンドが入っています。付属物を順番に見ていきましょう。まずはこれ。コックピットのキャノピーのクリアパーツ。これを差し替えることによって、コックピットのハッチをクリアパーツに差し替えることができます。次。豊富な手首パーツ。2、4、6種類。握り手、武器持ち手、そして平手。左右2種類ずつですね。ちなみに可動手首はすでに収納されている状態になっていて、その手首と比べると一回りこっちの方が大きいです。次。パイロットフィギュアのキース。これはヘルメットを被った状態で造形が施されています。小さいパーツなんですけども、細やかな部分まで塗装が施されています。続いては紙類。これが説明書。中を開けると、ドラケン3の機体解説や物語、そしてパイロットデータとしてキースのことが書いてあります。そして、ここからはさっきお見せした付属品の紹介。そして変形工程が書いてあるんですよね。これ正直言うともっと工程が細かいんですよね。割とちょっと大まかに書いてあるかなという印象を受けました。もうちょっと細かいんですよね、実際は。個人的にいいなと思ったのが、このバトロイド、ロボットの状態からまたファイターへの変形が書いてあるんですよね。ファイターはジェット機。ここの戻し変形が書いてあるっていうのがいいなと思いました。この説明書と僕の動画を合わせてみたらバッチリ変形できるようになります。さあ、お待たせしました。じゃん！これがドラケン3の本体。まずは早速、キースを格納します。ここがコックピット。この中に、キースをセットして、コックピットハッチを閉じると、このようになります。ちょっと近くで見てみましょう。まずはこの機種の部分。この色分けがとっても綺麗ですよね。塗装や担保印刷。このゴールドの部分が目を引きます。それからプラスチックの全体は艶消しになっていて、とっても高級感があります。このマークとかも担保印刷。ちなみにツイッターで検索したところ、この本体は保護シートで覆われているんですけども、そのシートを剥がしたと途端に担保印刷が剥がれてしまったっていう報告がいくつかありました。僕はゆっくり剥がしたからなのか、個体差で問題なかったのか、これは僕のは大丈夫でした。なので剥がすときは気をつけてください。後ろ、ご覧ください。これは単発エンジンに見せかけて、実は中に2つあって双発エンジンになっている。こういうところとかすごいですよね。で、変形させるときに、この部分をぴっちり合わせるのがすごく難しいんですよね。これも後でじっくり説明します。これちょっとしたコツがあるんですよね。こんな感じ。このウィングの部分もかっこいいですよね。で、この尾翼の部分はガオーク、それからバトロイドの時にシールドになるんですよね。こんなに薄いんです。後ろから見るとこのようになっています。次は比較。ジークフリード、ハヤテ機。一緒に並べるとこんな感じ。
スケールはどちらも同じです。パッと見て大きいのはこっちかな。手に持った重さはだいたい同じぐらい。それぞれ共に3段変形をするんですけども、カラーリングに始まり変形ギミックなど全く異なります。僕はバルキリーを後ろから見るのが好きなんですよね。このツーショットたまりません。ちなみにジークフリード横に並べるのは早敵でもいいんですけども、なんかこうメッサー機が欲しくなるなと思いました。ジークフリードとの大きさ比較はこんな感じ。コックピットハッチをクリアパーツに差し替える場合は、このまま引っ張ると取り外すことができて、クリアパーツに差し替えます。そうすると、このようになります。僕はこれも好きですね。さあ、お待たせしました。ここからは変形。まずはこのファイター形態からガオーク、そしてバトロイドに変形するんですけども、このドラケン3はぶっちゃけて、この1から10までの工程があるとしたら、このガオークが1から7を占めてるんですよね。なので、このガオークの変形が慣れれば、このバトロイドはとっても簡単です。で、これなかなかガオークになりません。長い旅になると思います。それでは行きましょう。変形！ズバリ、これのオタファテクニカルレベル。今回のドラケン3は、オタファテクニカルレベル9ですね。かなり難しいので、いつも以上にゆっくり変形させていきます。で、ガオークに変形させるときのポイントは2つ。この主翼。これを繋いでいるフレームがあるんですけども、これがクランク状に、こう、ぐにゅぐに移動します。ここの構造を理解するっていうこと。それからガオークの状態で後ろの背骨をロックするんですけども、そのロックの部分を把握する。この2つ。これさえ覚えておけば、工程が多いだけで、あとは簡単にいけます。それではゆっくり行きましょう。まずは、裏返し。3箇所のランディングギアがあるんですけども、これを収納します。このランディングギア、この後ろ側は、ダイキャスト製になっていて、ここを折りたたみます。で、こういう風に収納します。この小さなスペースにきちんと入るっていうところがいいですよね。しかも完全変形。それから先頭の機種の裏側のこれ。これを収納するときはガンポット。このガンポットを少し上に向けて、持ち上げてから収納してください。ここが少し干渉します。ちなみに今回の変形で、ちょっと爪を伸ばしとくていいかもしれないですね。まあ僕あんまり爪伸ばすの好きじゃないんだけど、ちょっと長いんですよね。可変玩具野郎はちょっと伸ばしとくといいです。で、開けるときは、この真ん中に爪を突っ込んで、こうやって開けるのは NG です。ここを開けてください。ここを先に開いて、横から、こうやって上げると簡単に開きます。これ覚えておいてください。さあ、そしたら、そう。飛行形態の時はこのガンポットのこのウィング、これを伸ばすんですよね。よし。それでは変形いきます。まず第一手。ここにピンがあって、ピンを外してウィングを上に持ち上げます。反対側も同様。そしたら次、裏返して、ここにカバーがあります。これを開く。さあ、そしたら後ろ。ここを持って、左右を分割します。で、この中にロックがあります。これがロック。それから内側にピンがあります。そしたらこの割った部分は足です。足を、こっちに向けるわけです。説明書の指示では90度ってあったんですけども、これは目いっぱい曲げてください。反対側も同様。で、これ曲げ切った時に、この時点で足が自動的に伸びています。縮まっているのを、ここまで持ってくると自動的に伸びます。この関節はガオークの時だけ。そしたら足首。これは説明書には書いてないんですけども、この部分が干渉するので、これを外に向けるんですけども、ちょっと引っ張ります。ちょっと引っ張って、開きます。そしたらこのパーツをこっちに傾けて、これがかかと。それからバーニア。これをこっちに向けます。そしてさっきのロックの受け。これを収納。反対側も同様。少し引っ張って外側に向ける。折り曲げて、かかと。
で、こっちは、この大きいパーツを折りたたんだ後に、このピン。これをこっちに向けて、収納。そうすると、このようになります。そしたら裏返す。このガンポット。この根元の部分にアームがついていて稼働するんですけども、これはちょっと変形がわかりやすいように、今回は取り外します。慣れたらこれつけたままでも変形できます。さあ、こっからがすごいんですよね。この機体の後ろ側。これが腕なんですよ。で、こっちが左腕になります。ここちょっとゆっくりやりましょう。この腕を目いっぱい上まで上げると、このカバーもこうついてくるような感じですね。で、ここがぴったりになります。そしたら、これをさらに下ろしていって、ここでくっつけます。この中の関節も上手に使ってください。こういう感じ。そしたら、このカバーを、ここにピンがあるんで、止めます。そうすると、ここがまっすぐになります。そしたら、裏返す。尾翼のここに2箇所のピンがあります。ピンを外して、そしたら外した勢いでこのままちょっと曲げます。今度はここの二重ヒンジを外に向けます。これが腕で、これが肩パーツ。なので反対側の肩パーツ、ここにあります。これを少し持ち上げる。こう。で、これが腕。腕がこの中に入ってるんですよね。これすごい。で、これを取り出すためにウィング。変形させる前に言っていたこのフレームの部分、主翼のフレームがここにあって、これを下に傾けます。ちなみにこいつが厄介なんですよね。下げられるだけ目いっぱい下げてください。干渉するものをなくすと腕が、こう引っ張ると、こう出てくるわけです。ここはゆっくり行ってください。ここに機銃があったり、独立稼働する指があります。なので丁寧に扱ってください。そしたら後ろを向けて、ここにカバーがあります。このカバー2箇所を開く。そしたら、この足。これを、こう、45度傾けます。これが気をつけてほしいんですけども、ここ。それから反対側のここ。擦れに気をつけてください。ゆっくり回しながら変形させます。いきます。で、これ曲げるとき、この中にもフレームがあるんで、これにも注意すること。それから、後ろ側のここ。これがちゃんと閉じているか確認してください。結構工程の気をつけてほしいところがあるな。こういう風に回します。反対側も同様。これがちゃんとこっちに来てるか確認して、これをちょっとこうどけるようにゆっくり回してください。正面横から見ると大体この角度です。さあ、そしたら裏側裏返してこの部分に注目。これがバトロイドモード時の腰になります。ここをこのように引っ張ります。せーの。引き出すとこんな感じ。で、これが股間アーマー。これを下から手を入れて、下にずらします。で、これが腰パーツですね。で、この時気をつけてほしいことがあって、これこのままじゃダメなんですよね。これ見えるかな？これを中にこう押し込みます。この中に入っているのが見えるでしょうか？これをちゃんとやってないと、最後後ろ側の腰のロックができません。必ずこのパーツは中に押し込む。これ一つのポイント。そしたら正面を向けて、このパーツ、これを外側に向けます。こういう感じ。この中にヒンジがあります。反対側も同様。こうやって持って、ここまでが問題なければ、すべてのロックが外れるので、これ一体が、ここを中心にして、こういう風に動くんですね。こっちまで持ってきてください。これが主翼ブロックというんですけども、主翼ブロックを全部移動させるとこのようになります。で、横を向けて、このブロック。これを45度折り曲げます。で、この時に、さっき言ったこのパーツがちゃんと中に入っているか確認してください。これを確認したら折り曲げる。で、これ息切るまで折り曲げてください。目いっぱい。説明書では45度って書いてあるんだけど、自分が肉眼で見た感じもう90度に近いぐらい。とにかく曲がらないというところまで曲げる。こういう風になります。ここを曲げたら次がポイント。この足。これがどういう角度になっているかよーく自分で見てください。機種に対して、これがほぼ90度になっていたら、
これを、さらにこっちに曲げてください。ここじゃなくて足の根元。足の根元をこっちに曲げてください。こんな感じ。さあ、そしたらここからちょっと説明書と違います。僕はこの状態で、この足の根元、これをこっちに曲げるわけです。反対側も同様。なんで先にやるかは後で言います。こう。で、この状態になったら、再び主翼ブロックを元に戻す。で、この時いろいろと干渉するものに気をつけてください。こう。このガオークの変形、実は難しいのが、この股関節の位置なんですよね。この辺がどうしても干渉してしまいます。先にここを曲げて、このブロックの下に太もものこの尖ってる部分。これがここに来るのが正位置です。この時点でこういう風になっているのを確認してください。さあ、そしたら次。この腕ですね。ちょっと主翼をどかして、このシールドパーツ。尾翼の部分を180度回転させて、このようにします。この腕の付け根、このブロックが回転します。こっちに曲げます。これを後ろから見ます。この回転した根元の部分、ここに隙間が空いています。これを押し込むことで縮みます。ちなみにこれは腕がこの状態に来た時にだけ押し込めるようになっています。なので元に戻すと、ここは浮きます。で、このストッパー、これを伸ばす。そしたらこの肩の部分、これは付け根がクランク状になっていて、こっち側に向けると、こう上に向けるように、こっちに向けると、こう外に傾きます。この関節を出すようなイメージ。こっちから見てみましょう。上に向けるようにして、外に向ける。中の関節はこういう風になってるわけですね。こういうスライド移動するやつ。そしたら腕が下に下がっちゃったらまた上げてください。こういう感じ。そしたらこの肩の付け根で180度回転させる。こう上を向けるんですよね。こう。そしたら次の工程は、この部分、この主翼ブロック、これを折り曲げるんですけども、この時に 100% の確率でこれが干渉するんですよね。ここまで持ってきたら少しずつ様子を見ながら、この軸をこうどかすわけです。こういう感じ。これの行ったり来たりが結構多いんですよね。こう干渉するものをこうどかしながら、こうやって下に下ろします。で、このまま下ろすとこのようになります。で、この時にこういうところとか、干渉してないか確認してください。問題なければこのようになっています。そしたらさっき起こしたこのピン。これが、この中のくぼみ。これ見えるかな？ここと、ごめん。こことここ。この中に入ります。ちょっとゆっくりやりましょう。いきます。これでくっついている状態。さあ、そしたら次。これもポイントなんですよね。この主翼。これが正しい位置がどこなのかっていうのをきちんと今説明したいと思います。この根元のここ。このパーツの行き切ったところ。ここが欠けています。ここが、これ見えるかな？このパーツの下に来ればいいわけです。だから、この角度の形状っていうのはどうでもよくて、これが最終的にここに戻ればいい。で、これはファイター、ガオーク、バトロイド、どれもここに戻ります。だから最終的にうまく変形できないなと思ったら、これがここに来るっていうものだけをイメージすれば、ここがどういう形になってても大丈夫です。ここがちょっとわかりづらいんですよね。で、戻します。要するにこういうことです。これが正位置。反対側も同様。ちょっとこっちからお見せします。この形さえ合ってれば、ここが多少ずれてても大丈夫です。ここが大事。さあ、ここまで来たら、最も難しいところ。これの構造が分かりづらいんですよね。それが、腰のロックってさっきポイントで言ったんですけども、ここに C ジョイントがあるんですよね。こことここ、両側にあって、ピンはどこにあるかっていうとこれなんです。これを起こします。で、うまくいかないときって、これを行き切るまでこっちに持ってきて、あとはロックっていうときに、これロックがかかんないんですよね。何かが干渉しているような感じで、ロックできないんです。で、これはどうやってやるかというと、ポイント。いいですか？これポイントです。こっち。この下をグッて押すんじゃなくて、
こっちを、なんていうのかな。こういうロックがありますよね。この C ジョイント。この C がこう来る感じです。だからこっちはグッていくような感じじゃないです。いきます。せーの。はまった。さあ、ここまで来たら、もうほとんどゴールです。あとは簡単です。ここをしっかりくっつけて、腕を下ろす。で、正面をこっち。手首を正面に向ける。そしたらシールド。これがこっちに稼働します。これ開くの最後にしよう。反対側の腕も同様。根元をくっつけて、腕を下ろす。こっちを正面にして、手首をこっちに向ける。右腕はポイントがあって、これはこの関節の部分で伸ばしきってください。伸ばしきると、カチッという音がします。そしたらウィング。この部分に分割線があります。ここで180度回転して、ここを引っ張る。引っ張って、ここを折りたたむ。反対側も同様。180度反転して、根元を引っ張って折り曲げる。そしたらガンポット。この時点で本当はついていれば、こう180度回転するんですけども、今回は取り外してたんで、この根元、ここを180度反転させて、ガンポットを取り付けます。ここがジョイント。さあ、そして最後。尾翼だった部分がシールドになります。ここを半分に割れば、完成ドラケン3ガオークモードだというわけでね、変形工程がとっても多かったですね。ちょっとね、苦労して変形させただけあって、このガオークモード、めっちゃかっこいいです。ちょっとこうぐるっと見ていきましょう。このシールドをご覧ください。このプリントの部分もとっても綺麗で、この左右の尾翼の部分がピタッと噛み合っています。それから足。足の形状はこのようになっていて、人それぞれ好みがあると思うんですけど、一番安定するのが、ここを全部曲げ切る。なので変形でお見せした、もう最初の時点で一番曲げ切った状態になっています。こんな感じ。ここのロックね。これ結構難しいですけど、上からこうロックするようなイメージ。足首はこういう風になっていて、設置性はとても良いです。それからこの辺のウィングとかも、こう綺麗ですよね。ガンポットはアームの部分に接続されていて、これも自由に稼働します。何回か変形させて慣れれば、このガンポットを取り付けた状態で変形させるのもいいです。次は比較。ジークフリードのガオーク。一緒に並べるとこんな感じです。この2つ自体は変形機構が全然違うんですけども、おもちゃとしてアップグレードされているところがあって、それが人差し指。前回のジークフリードの方は人差し指が稼働しませんでした。こういう感じになるんですよね。ところが、今回のドラケンはしっかり、この人差し指が曲がるようになっています。あとはこの状態の可動範囲なんですけども、手や足。これはロボットモードの時に説明します。で、ガオークの時は、この関節。この足の部分が少しロールします。こういう感じですね。さあ、お待たせしました。ここからは人型形態のバトロイドに変形させます。変形！ガンポットを取り外す。バトロイドモードの時にこれを手に持たせます。このウィングを折りたたんで、この部分を引っ張る。今度はここ。そしたらここに切り欠きがあるので、爪を引っ掛けて、グリップを展開します。これでガンポットの変形完了。さあ、そしたら、胴体周りを変形させます。まずはこの主翼のフレーム。これですね。さっき言ってたややこしいやつ。これを定位置からずらす。これは後ろです。定位置からずらす場合は全部後ろです。このようにしたら、今度は腕。これを上に上げて、肩の根元から回して前に出します。腕が曲がっている場合はまっすぐにする。反対側も同様。こうです。この時、肩の付け根のこのヒンジ。これをしっかり上に上げてください。そしたら足を伸ばす。で、ガオークの時だけ伸ばしていたこの部分、ここを押し込みます。足首を調整。ちょっと前に持ってきます。で、膝のこの部分、
ここに爪を少し引っ掛けて、これを展開するわけです。触ったりなどして押し込むと縮んでしまいます。反対側も同様。ちなみにこれ展開するときは中にスプリングが入ってて、パシューンって言ってこう出てくるんですよね。足首。角度を調整したら、膝アーマー。足をまっすぐにすると、このような状態になります。そしたら、後ろ側の、さっきロックした腰のロック。これを上に持ち上げて外す。腰のストッパーを外したら、今度はこの正面の背骨ストッパー。これを後ろから引っ張って取り外す。ここまで来たら、今度はバトロイドで使用する背骨のストッパーを出します。これがちょっと見えづらいんですけど、ここにあるんですよね。これはどういう構造になっているかというと、このパーツ。こうやって前に出すんですよね。前に出すと、このストッパーが出現します。このように展開します。そしたら、この部分を前に起こす。これが今折れ曲がっています。この可動軸を使って、まっすぐにする。これは今正面から見るとこういう風になってるんですけども、さっき覚えてますかね？ここを曲げました。中に入れたんですけども、中に入っている場合はこれを展開します。さあ、そしたら今度は胸。ここに尖っているこのパーツがあります。これは、ここまで繋がっていて、真ん中にヒンジがあって、折れるようになっています。で、これを折りたいので、このパーツを少しどかします。ここにヒンジがあります。両方とも、ここが曲がるようにスペースを作ってから、この後ろ側のパーツをしっかり押さえながら、このパーツを曲げます。僕のやり方は、ここを押さえて、で、こっち側を曲げる感じ。少しずつ、何回もこれを繰り返すと、これを行き切るまで曲げたらこのようになります。この角度。ここまで曲げてください。で、このようになったらこの後ろ側、これを接続するんですけども、ここで出てくるのがまたこの主翼のフレームパーツ。さっき展開したこのピンありますよね。これを後ろのここに引っ掛けます。で、これを行おうとするとこれが邪魔するので、これをまた後ろに持っていきながら、こういう風に稼働させてクリアランスを作りながら、ここまで持ってくる。で、ここに引っ掛けるわけです。ちょっと見えるかな？これが今引っかかっている状態です。見えた。こう引っかかっていますよね。そしたら今ちょっと斜めになっています。これが最終的にここに密着するんですけども、この時に微調整を行いながらくっつけます。で、今からやりたいことはこの主翼のフレームの部分。これがさっきの定位置、覚えてますかね？この定位置に戻したいので、干渉するものをどかす。何が干渉しているかというと、この腕なんですよね。腕をちょっと一旦どかす。そしたら、ここが見えますよね。ウィングを定位置に持ってくる。ここ。引っ掛けて、反対側も同様。これをどかして、この主翼のフレームを動かして定位置に持ってくる。で、ここがちゃんと定位置になってて、問題なければ干渉するものはもうないので、このパーツがここと近くなっているはずです。これを倒して、ここにセットするわけです。で、ここで注意なんですけども、これをロックするまでの間に、このパーツ、これをギューってこっちに力を加えないと、持ってこれない場合は何かが干渉しています。特にここを見てください。これが定位置であれば問題ないはず。この状態になっているか確認してください。バトロイド形態の時に一番難しい工程っていうのがこの辺なんで、もう難しいところは終わりです。あとは細かい調整をしていきます。このさっきガオークで使ったロックジョイント。これはもう使わないので、ここに戻す。そしたら、肩をつなぐヒンジを根元まで持ってきて、腕を下ろす。ウィングを元に戻す。こういった作業ですね。反対側も同様。調整しながら腕を下ろす。角部を調整すれば、これで9割が完成。さあ、ここまで来たら最後は胸部と頭部。ちなみにここに顔っぽい造形があるんですよね。ここに指を入れて、このパーツを展開します。そうすると中にヒンジがあります。これを使って下に下ろす。で、このパーツ自体はとても細かいんですけども、このように稼働します。この曲がった状態で、このまま下に下ろして、
このパーツの裏側に一つピンがあります。受けはここ。で、あとは位置合わせのピンもあるので、全部で3箇所で、ここを止める。そしたらこの胸部パーツ、ドラケンおなじみの、この胸部パーツが、こうなるわけです。で、このゴールドに塗装が施されているこの根元の部分、ここの欠けている部分がこの中にはまる凸になっています。片方ずつゆっくり。このように取り付けていきます。反対側も同様。これ基本的には利き手でこうやった方がいいですね。僕はこっちでやります。この作業を上手に行うと、ピタッと止まります。ここ綺麗ですよね。そして、頭部。これがファイターモードで機種だった部分。これが頭部になるんですけども、この中にボールジョイントがあります。このボールジョイントで、こう倒すようなイメージで、ゆっくり下に傾けます。こう。そしたら、この部分から、後ろから指を入れて、この部分を展開します。そうすると、このパーツが分かれます。これ見えるかな？この中にヒンジがあるんですけども、これをこう、軸を回転させながら、こうちょっとずつカクカクさせながら、こう、後ろに持ってきて、この角を上に起こす。そうするとこういう風になります。反対側も同様、後ろから指を引っ掛けて、このパーツを出す。ここ、見えるかな？こう、後ろにこう回転させて、この位置にする。あとは、角部を調整すれば、完成！ドラーケン3バートロイドモードだ！ご覧ください。これもめっちゃかっこいいですよね。このなんて言うんだろう。今までのバルキリーの本当に何にも例え難いような、このバートロイドのフォルム。これもたまらない。早速手に持ってみましょう。こんな感じ。このドラケン3、足がすごい長いんですよね。この頭部もいいですよね。人型の顔ではなくて、どこかこう、僕はこうカラスとか鳥のような感じにも見えるし、無機質な、こう悪魔のような感じ。本当に何とも言えない神々しさがあります。後ろから見るとこんな感じ。早速近くで見てみましょう。まずは上半身及び頭部のアップ。この横から見た頭部もかっこいいですよね。このようになっていて、いわゆるこの目に当たる部分は塗装。メタリックレッドになっています。可動範囲は根元のボールジョイント。ここを使って自由に動かすことができます。それから一段、この根元の部分を引き出すことができて、これによりさらに、より柔軟に動かすことができます。上半身。個人的にはこの胸のパーツが、左右がぴったり閉じるところが気持ちよくていいです。腕の可動範囲、上下。それから変形でお見せした通り肩は柔軟に中のヒンジで稼働します。それから腕。このように自由に動かすことができます。この付け根の部分にロールがあります。手首。この付け根はボールジョイント。それから指。さっきガオクモードの時にも言ったんですけども、人差し指。これが中にヒンジがあって、このように稼働します。それから下3本。ここが動いて、あとは親指。ここが折れやすいので気をつけてください。あとは変形で利用したこの肩の根元のヒンジ。ここも可動に多少使えますね。それから腰。これなんか説明書によると、こう少しだけスイングするみたいなんですけども、ちょっと自分がこう何回かやったんだけど、あんまり動かないんですよね。まあ多分一応動くということなんですけども、そんなには大きく動かないんじゃないかなと思います。それから、さっき変形で利用したこの関節ですね。これを使って前にかがませることができます。これはポーズの表情付けに一役買っていますね。足。この根元の部分。それから、ここ。これは変形で利用した部分ですね。最大で足は、まあもう行くところまで行くという感じですね。ここまでかな。それから膝。これは二重になってて、ここ。それからここに関節があるんですよね。ここ。それからこう。あとは足の付け根。これは横に開くこともできます。まあこれは干渉するところまでといった感じですね。こんな感じ。そして最後は足首なんですけども、左右。それから
後ろ。で、これが可動範囲そんなに大きくないなぁと手にした人は思うかもしれないんですけど、実はこれ引っ張ると、ちょっと後ろから見てみよう。いきます。せーの。引き出せるんですね。そうなんです。これ足首は引き出し式関節になっていて、このように大きく足を開いた時も設置性を助けてくれます。ちょっと見えづらいかもしれないんですけど、この引き出した部分のこの軸になっている部分、これがダイキャストですね。で、今回のドラケン3は、デラックス超合金のマクロスの中では割と軽い方ですね。どこに合金が使われてるのかなというぐらい触った感じはひんやりするような部分っていうのがあんまりありません。じゃん！ガンポットを持たせてアクションをさせると、こんな感じ。いやー、これかっこいいですね。でもね、これちょっと残念なところがあって、この可動手首なんですけども、ガンポットの保持力がとっても弱くて、もう簡単に取れちゃうんですよね。グリップの根元はこのようになっていて、一応この切り欠きに、手首側についてる小さな突起に噛み合わせるようになってるんですけども、ここの保持力がほとんどありません。一応持たせられないことはないんですよね。ただポーズによっては保持できない場合があります。いやでもかっこいい。次、手首を交換します。根元はボールジョイントなので、このまま引っ張ると手首が取れます。差し替えの握り手。こっちが差し替えてない状態、差し替えた状態。大きさが全然違います。この拳に変えた場合は、ファイターモードに変形させることはできません。次は右腕に内蔵されている武器。ここに機銃があるんですけども、この部分が稼働します。僕の場合は、ここを、こうします。反対側も同様。そしたら、このパーツ自体を奥に押し込みます。押し込むと、このようになります。これも差し替えなしの完全変形。じゃん！武器持ち手の専用手首パーツに変えて、こっちは平手にしてみました。これに変えると武器の保持力が高まります。それからこの平手の造形もかっこいいですね。さあ、そして最後、バトロイドモードでの大きさ比較。ジークフリード。ファイターモード、ガオークモード同様に、バトロイドモードも全然違いますね。どっちもかっこいいんで、甲乙つけがたいですね。改めてこうしてジークフリードとドラケンが一緒に並んで、とっても感無量です。買う予定はなかったんだけど、それぞれの正体を組みたくなります。そのぐらい両方ともとっても出来がいいです。というわけで今回のバンダイデラックス超合金マクロスデルタドラケン3のレビューいかがだったでしょうか？ここまでかなりこの動画が長かったはずです。最後まで見てくれてありがとうございます。これを購入して上手に変形できないなっていう方や、これの購入を検討している人に少しでもこの動画が役に立てば嬉しく思います。冒頭でも言った通り、今回お見せした通り、これは変形難易度がかなり高いアイテムです。こういう変形難易度の高いおもちゃの時に僕はいつも言ってるんですけども、これは買う人を選ぶおもちゃになります。普段可変トイとか、そういうおもちゃに慣れ親しんでない人は、買っちゃいけないおもちゃです。僕の動画をここまで見ていただいて、僕には無理だなと思ったら、諦めてください。もしもどうしてもこれが欲しいなというんであれば、このドラケン3の前に、今日比較でお見せしたジークフリード。あっちでまだ慣れた方がいいかなと思います。あれを変形させて、いけるなと思ったら、こっちも合わせて購入するのをお勧めします。さあ、このドラケン3。僕はどういう風に感じたかというと、とにかくこれはバンダイの挑戦だと感じました。ファイターの一番最初から、このバトロイドまで、一切差し替えることなく、完全に変形します。このマクロスデルタの監督でもあり、メカニックのデザイナーでもある川森さんが、今までにないバルキリーの変形ということで、打ち出したのがこのドラケン3。実際に僕は変形させて、この部分が腕になってたりとか、このファイターの機種の部分が頭部になってたりとか、尾翼がシールドになってたり、とにかくびっくりする驚きの連発でした。これを3次元で完全に再現したっていうこのバンダイの挑戦。僕はこれを高く評価したいと思います。決してこのおもちゃが複雑だからといって、難しい変形パターンだからといって、このおもちゃが悪いわけではないんですよね。もうこれはそういうアイテム。何度か言ってるんですけども、これは出口と入り口がもうはっきりしてるんですよね。これがこれになる。だからこの間の工程っていうのは、その爽快感とかそういうものよりも、これがこれになればそれでいい。そういう変形パターンなんです。こういったおもちゃの変形の爽快感を重要視している人には本当におすすめできない一品です。で、これ何が変形を難しくさせてるかっていうと、さっきレビュー中にお見せした主翼の、この幾重にも折り重なったフレームの部分。
それからあとは胸部のところもそうかな。とにかく一つ工程を動かしたら、またちょっと邪魔だからっていうことで何回も移動するんですよね。それから各部のクリアランス。もうこれがギリギリになってて、本当に一つ一つの工程がシビアになります。いずれにしてもおもちゃに慣れ親しんでない人にはあまりお勧めできません。この変形、僕の動画を見て、これ僕好きだなっていう方にはお勧めします。僕個人的にはこれ大好きです。今回僕はこのレビューのためにこれを30往復しています。そう。なので、各部の塗装ハゲ。レビュー中もしかしていくつかの部分が塗装ハゲがあったと思います。これは、多少の塗装ハゲは覚悟してください。あとちょっと説明するの忘れてた。このファイター形態で、この足の部分、ここをぴったり閉じるには、ジェット機のファイター形態の一番最後の変形工程を、ここにして、さっきレビュー中にお見せした引き出し関節。これを出して、調整してぴったり合わせてから最後に奥にしまうと、ぴったりいきます。それから、この動画を撮影している現在、プレミアムバンダイの方で、リルドラ剣、それから剣、それらが一緒になったパーツセットが予約開始になりました。今回のドラ剣を購入した人には本当に強くお勧めします。そんなところかな。今回の動画、面白かったな、楽しかった。少しでも参考になったという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。みんなからの応援が励みになります。それから僕の YouTube のチャンネルを登録しておくと、更新情報が届いて、いち早くレビューを見ることができます。なので、チャンネル登録、よろしくお願いします。あとはどんな補正も結構です。オタファー、俺もこれ買ってよ、とか。なるほど。オタファのこれを見て変形させるよ、とか。戻し変形をやってくれ、とか。他にも、今回のドラケン3のことや、マクロスデルタ、他のマクロスのおもちゃのことなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。オタファでした。とにかく、難しい変形が好きな人にはおすすめです。ゆっくり変形させるといいです。またねー。描いていく未来のストーリー、キャンバスの上筆を走らせメイクアウト、君がいればきっと描けるよ。眠そう